はい、和尚さん、今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、年末年始に大切にすることっていうテーマなんですけど、2024年も残りわずかとなりまして、年越しに向けていろんな準備、和尚さんは特に行事とかもありますので、合宿される時期なのかなとも思うんですけども、改めて年末という年の締めくくりの時期っていうのはどういった考え方とかが大切になってきますか？大掃除とか皆さんされると思うんですけど、じゃあなぜ大掃除をするのかっていうふうに考えていただければ、やっぱりその片付ける、整理整頓する、年末に向けて、それはもちろん新年に向けてのリフレッシュやと思いますし、やっぱ片付けるっていうことは片をつけると、いろんなことに対して、片をつけていくっていうことってすごい大切じゃないかなと。で、特に掃除をするっていうことっていうのは、新たにこの新年を迎えるにあたってはすごく大切なことなんですね。だから掃除、片付けができてる家と片付けができてない家っていうと、散らかしてる家でお掃除ができてない家っていうのは、やっぱそういったお家に住んでいる人っていうのはなかなかやっぱ成功もできない人が多いんです。よくゴミ屋敷とかって言われてるテレビ番組なんかでも出ますけども、じゃあああいう生活をしている、特にゴミ屋敷みたいになってるお宅やったらね、やっぱそういった人たちっていうのは人間関係っていうのもやっぱり、友達が少なかったりとか、人付き合いができへんかったりとかで、あとはお金のね使い方っていうのも、整理整頓の一つだと思うんですよ。計画的に使えないとか、お金を計画的に貯めれないとかもそうですし、でいろんなことに型をつけるっていう、それが一つのお掃除、片付けができる。お掃除だけじゃなくって、人付き合いもお金の使い方も全てがやっぱり型をつけるっていうこととして大切なんじゃないかなと。それの代表的なものとしてはお掃除をする。うまく片付けができる人っていうのはいろんな整理整頓ができる人なんじゃないかなと思います。なので年末に向けては、特に新年を迎えるにあたって今片付けができる、整理整頓ができる、いろんな処理ができる。やっぱ成功できる人っていうのは仕事も早いと思うんですよ。で即行動に移せる人やと思うんですよ。だからそういった意味では、今年の汚れは今年のうちにってなんかコマーシャルでありましたけどね、今年の汚れとか今年の心に溜まったものとかストレスとかね、マイナスの気持ちとか、そういったものを一つそのお掃除をしていただくっていうことが、新年を迎えるにあたっての行いの一つじゃないかな。いい行いをすればいい結果が出る、悪い行いをすれば悪い結果しか出ないって、これが因縁ってやつなんですよ。なので因縁っていうとなんか悪く聞こえるし、悪いイメージを持たれてる方もね多いと思うんですけども、これは原因と結果っていうことですよね。だからいい原因を作ればいい縁が結ばれるよと。で、悪い原因を作れば悪い縁が結ばれるよっていう原因と結果の法則やと思いますんで、お掃除をしていただくとか、年末整理整頓していただく、頭の中をやっぱり整理整頓していく。散らかってるままでは新しい情報も入ってこないですし、散らかってるような人付き合いでも新しいご縁は生まれてこないと思いますので、そういった意味ではやっぱ散らかったものを整理していく、型をつけていくっていう、そういった言葉の通りね、大切なことなんじゃないかなと思います。確かに新年を迎えるとも言うってことは、それで迎える状況を作るというか、そういう意味もあるってことですかね。そうですね。はい、一つの節目っていう部分を大切にするというか、その一つ一つのそれこそ型をつけるというか、終わらすというか、そういう人生のあり方が大切って感じですかね。そうですね。なので例えば成功してる人とか、一般的にね成功してる人とか、金を持ってる金持ちって言われてる方とかっていうのは、やっぱりお部屋も綺麗ですよね。でそういうのを見てて、お部屋が綺麗に片付けできるのはね、時間と暇と金があるからだよというね、そういった方もいらっしゃるんですけども、それは真逆だと思うんですよね。普段から片付けできてるからこそ、お金や人も集まってくるんじゃないかなと。だから片付けができない人ほど、やっぱり人付き合いも散らかってる、お金の使い方も散らかるし、でいろんなことが散らかってしまうんじゃないかな。ということは、どれから手がつけていいか分かんないとかね、どれから始めたらいいか分かんないっていう状況になってる方もすごくいらっしゃると思うんで、この年末に向けてはね、
特にその型をつけるっていうか、いろんな整理整頓をしていただいた方が、来年のエネルギーの年と言われてるね、キノトの見年に対しての準備が整っていくんじゃないかなと思います。お嬢さんとかもやっぱりその年末の行事とかもあるじゃないですか。その年の節目としてここやっぱ大切にされてるってことですか？そうですね。なので、お正月、年末は大晦日って言われてるように、年を越すための行事っていうものとして節目ありますし、首相会って言って、1日、2日、3日と、ごまの行事があるんですけども、そういったのも新年を迎えるのに、スタートが手を合わせてお祈りをする節目としてのスタート。なので、正月っていうのは正しい月って書きますよね。なので、ここからのスタートですよっていう意味で、まず手を合わせて祈ること、感謝すること。一番大切なことだと思うんですよ。節目っていうのは何ですかって言ったら、改めて自己反省をして、そして自分がどうなっていきたいかっていうものを描ける時が節目だと思います。なので、日本にはね、正月始め、今度は2月の節分、そして3月になるとひなの節句ってね、で5月になるとまた子供の日のね、男の子の節句があるように、どんどん節句っていう節目が多いんですよ。これっていうのは日本には四季があって、春夏秋冬、そして土曜っていうものを間に挟むと五季って言われてるんです。でこれっていうのは五代を整える。五代って何ですかって言ったら、前もお話したように地水火風空のエネルギーも五代ですし、でも五色っていう原色を言うだけでも赤青白黒黄色とかね、そして五臓六腑の五臓でもあり、五感五体満足の五体でもあり、五感で感じるの五感でもあり、そういったそのバランスを整えているわけなんですよ。なのでその節目、春夏秋冬土曜でこの季節の間に節目があるのも、私たちのそのバランスを整えていくための節目で、自分と向き合って自分の時間を大切にして日々反省しながらね、足りなかったことを補っていくことを決断する時がその節目なんじゃないかな。それの一番の節目が正月のちょうどね、元旦にあたる1日だと思いますんで、この31日の大晦日から1日にかけてっていうのは一番大切な1年の節目になるっていうことだと思います。家とかを型をつけるっていうのも一つあったり、やっぱりその自分自身の1年の振り返りとかもやっぱりそういうのも大切なんですか？そうですね。散らかったままではなくて、あれもこれもあれもこれもせないかんと思って自分にゆとりがない人がすごく多くなっている世の中なんですよ。だったらこの正月っていうのは自分の時間を大切にしながら自分で散らかったものをね、片付ける。これっていうのは自己反省の時間を大切にするということだと思うんですよ。やっぱり自分が足りないと、ここがいけなかったんだとか、こういうとこを補っていこうっていう自分と向き合えない人っていうのはね、必ず誰かや何かのせいにして生きてますから。でも誰かや何かのせいに生きている人っていうのは自分が成長はしないです。だから自分は悪くないって思ってらっしゃるんでね、これは誰かのせいで何かのせいでこうなったんだと、そういう生き方はやめてほしいんですよね。じゃあやっぱ自分で成長していかなければ物事って乗り越えられないと思うんですよね。なのでやっぱり無知であることっていうのが一番乗り越えられないと思うんで、学ぶこと、気づくことっていうのは大切。そのためにはやっぱり、学んでいこうという気持ちが大切であり、そのためには一回散らかったものを整理整頓していただくことっていうのは大切なんじゃないかなと思います。確かに改めて日々僕も自身も忙しいというかバタバタしてる中で、やっぱり年末ぐらいはというか改めて落ち着いて整理整頓したいなとすごい思いました。呼吸を整えてね、はい、自分の時間をしっかり作っていただけたらなと思います。そして4月19日にもですね、東京でみんなで集まって、手を合わせるお時間も開運新年会もありますので、ぜひそちらもご参加ね。今回は本当にお話し会全国回らせていただいている中でも、東京のお正月のね行事は開運厄払いというね、今こんだけたくさんの人の前でね、お寺以外のところで厄除けのご祈祷をさせていただくと。そういう行事もね重ねて行っていきたいと思いますので、ぜひお時間を作っていただいてね、ご参加していただければと思っております。はい、では本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。
もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかっていう人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。